第3話で妻のミルクというパワーワードが飛び出し、何も考えられなくなったアニメ。こんにちは、トマトです。今回は現在放送中のさようなら流星、こんにちは人生について語っていきます。最新話である3話まで見たところなんですが、3話前半のインパクトがあまりにも強すぎて、僕はそこ以降何も考えられなくなりました。ジョジョ風に言うなら、そしてトマトは考えるのをやめた。という感じですかね。はじめにざっくりストーリー解説をしますと、もともと神竜であった主人公が人間に転生して辺境の村で生活していくというストーリーです。この作品珍しいのはヒロインがラミアなんですよね。セリナと名乗るラミアが伴侶を探して旅をしており、その中で主人公と出会うところから話が始まっていきます。ラミア自体は異世界食堂の2期や異世界のんびり農家などにも出てきたファンタジーものとしてはそこそこ有名な種族ですよね。ただ、ヒロイン枠になるってことはほとんどないので、珍しいなと。ラミアって女性しかいない種族なので、繁殖とかどうするのかなと、その界隈ではいろいろと妄想が広がりやすい設定がつきまといますよね。一部ではロールミーというワードがあるくらい、ハマる人はハマってしまうシチュエーションがあるとかないとか。ざっくり言うと、あなたの性癖をぶっ壊してくるやばいモンスターです。そんなラミアがヒロインの時点で、この作者さんなかなかと思ってしまうんですが、今回メインでお話ししたいのは実はそこじゃないんですね。3話 A パートがやばい。3話の A パートがどんなお話かというと、主人公が住む村には魔物から村を守るために駐在部隊がいるんですね。その部隊の隊長がハゲマッチョの気のいいやつ。よくアニメで見かけるエギルの枠というんでしょうか。で、この隊長、奥さんのミルクが自慢で、妻のミルクは最高だが口癖のキャラクター。奥さん、牛の乳搾りが得意なのかなって思うじゃないですか。ところがこの隊長の奥さんが、牛人という亜人種。この世界は人間と蛇が半々のラミアのように、他にも人間と馬が半々のケンタウラスなどがいる世界観で、その中に牛と人間の合わさった亜人種、牛人という、獣人族のようなものがいると。妻のミルクってそういうことって思わせてくるかなり意味深な発言ですよね。でもこの時点ではよくある紛らわしい発言をしているだけだと思ってたんです。でもその後、酒場で妻のミルクの飲み比べ対決を始めちゃうんですよ。お酒じゃないんだと。で、飲み比べ対決の最後に隊長の奥さんと一緒に隊長の娘さん、これも牛人なんですけど、これが出てきて、娘のミルクも味見してほしいって言うんですよ。やっぱそっちの意味じゃねえかと。疑問が確信に変わった瞬間ですね。これは作者の方の性癖なの？設定が上級者すぎるだろうと。これ気になってネットで調べてみたら、監督さんのウェブインタビュー記事がありまして、それを読むと、自分のミルクを提供している牛人とはっきり書いてあるんですよ。で、よくよく見返してみると、第2話でもさらっと、自らの牛乳を村人に提供していると言ってるシーンがあるんですよ。もう頭が大混乱ですよね。この後の B パートでは、ヒロインのセリナが騒動に巻き込まれて、今後どうなっていくのかと話が大きく動き出していく展開で3話を締めていくのですが、もう A パートのインパクトが強すぎて、ストーリーがそれ以降頭に入ってこないんですね。すごい設定のアニメを見てしまったな、という強烈な印象を残していました。ということで今回は、さようなら流星、こんにちは人生、3話まで見た感想について話していきました。あまりに上級者すぎる設定で、すごいインパクトでしたね。このアニメは続きが気になりすぎるので、今後も継続してしっかり見ていこうと思います。先ほど述べた監督へのインタビュー記事のリンクは概要欄へ貼っておきますので、気になる方はぜひそちらもご覧になってみてください。またコメント欄にてアニメの感想を教えてくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた。